ところで君、名前はあるのかい？ No one name per se. Some folk call me Shinagawa Zaru. 品川ザル。はい。失礼します。バニッシングポイントとは、2009年だったと思いますけれども、ちょうどあの頃はフィジカルシアターが少しこう低迷し始めていて、セリフに回帰したいっていうふうに思っているような時代だったんですけれども、ロンドンの空気は。なんだけどバニッシングポイントはまた独自の方法で、それとはそういう文脈と関係なくまっすぐ進んでいってるなっていうふうな印象を僕は受けたんですね。品川ザルの告白は、バニッシングポイントのマシュー・レントンと話をしていく中で彼らの方から上がってきた、提案だったと記憶してます。その2022年の最初にこのカートに、彼らがバニッシングポイントのマシュー・レントンとそのチームがやってきて、でそこから作品を選ぶところからスタートしたと思うんですけど、とにかく稽古場でもまだ未知数なことがすごく多くて、でそれが決定打となったっていうところが、僕が一番関心を抱いたところだったんですね。人形で猿を表現するんだとか、なんかそういうこともいろいろと探っている中で、だからもう全くどんなものになるか見えなかった。ただその作品としてどうなるか、全く未知ながらも、驚きがあったことは一つ、短編の中でサスペンスな要素をやっぱりどこか抽出したっていう部分に関してはとても僕はびっくりしましたし、これだけテキストをしっかり時間かけて作って、なおかつ、100分以内のエンターテインメントにしようっていう風な、なんていうかな、覚悟のようなものが脚本でみるみる見えてたんで、それは驚きでしたね。スコットランドのでまた稽古して、それからまた神奈川で横浜で稽古して、本稽古に入ってからもずっとそのテキスト作りっていうのは、緻密に進められていって、そこら辺がそれがあってのビジュアルなんだなっていうふうに改めて思いました。でその作り方は僕は自身は知らないから、すごい新鮮に見てましたけどね。Then go take a dip in the bath. Well, did you? あまり居心地のいい部屋ではなかったので、はい。Is this some kind of punishment? 桜田君、妻のお願いを聞く男を待ってるのはね、罰なんかじゃない。ご褒美だけだよ。That steam stinks. 人間の言葉が喋れるんですか？ Indeed I can. I was raised by humans from an early age, and before I knew it, I could speak human language. ママの目見て。ママにはわかるのよ。あなた何か心配事。なんでもない。どうしたの？いや大丈夫、ちょっと心配事があるんでしょ。いや大丈夫。カリー。水木です。やめて、もうやめてって言ってるでしょ。お願いだから。いや僕だってこんなことしたくないけども、こんなのあんまりでしょ。水。本当のこと言ってどうする？本当に悪い子ね。こんなこと知ったら傷つくのママなの、私なの。もう見ていられないよ。大丈夫なの？カリー。水木です。もうとにかくトライアンドエラーを繰り返すっていうのがもうすごく日本との大きさだなと思いました。とにかくマシュはもうその音響ももうビジュアルも含めて全てこう見てみないと納得できないというのがすごく姿勢として面白いなと思いましたし、それがたとえ一俳優の意見だとしてもそれをこうないがしろにせずに、じゃあそのやつをまず一回見てみようって言って試すのも早いし、それを諦めるのも早いっていうんですか。向こうの俳優さんとかはすごくそういうのを自ら言っていくんですよね。こういう案があるけどどうだろうとか、それを言うことに恐れがないというか、それがもう全部全てのチームがそれをクリエーションの一環として考えてるっていうのはすごく
大きな発見でしたし、そういう発言ができるようになりました。恐れずに。なんかそういうのは日本の舞台の文化とかにもなんか広がっていってほしいなっていうところではありますね。なんか勝手に日本人が持ってる、自分たちが持ってる、なんですかね、劣等感というか、そういうものってなんかその話もしたんですよね。向こうの俳優さんたちとすごく私日本人は向こうの俳優さんたち、向こうの舞台芸術に対して劣等感があるみたいな話をしたら、それはなんかスコットランドの私たちでも一緒だと、なんかいろんな国に対してこの人たちはすごいなとか、日本はすごいっていうふうに思うっていう、それは全部一緒なんだなって思った時に、多分いろいろそういう今後ももし海外の人とやる機会があっても、なんか多分そういうところを恐れずに、日本の俳優はこうだぞって、日本の舞台っていうものはこういうものを作ろうとしてるんだっていうことを恐れずに提示できるようになったかなっていうのが、私の中ではすごく大きな喜びと発見で、自分が今後日本の舞台に出ていく時にそういう発言、こうしたらいいんじゃないかって思うことを恐れずにできるようになれてたらいいなって今は本当にすごく思います。そこを本当に学ばせていただきました。私がこの物語でなんとなくすごく大事なのはやっぱアイデンティティロストっていうものをすごく強く感じますね。なんか例えばキッチンのシーンだったりとか、そういうものってもともとは村上春樹の本の中にはないんですけど、赤ちゃんの持ってるシーンも出てきますけど、赤ちゃんの時ってもうすごくまだ何にもないところからその名前をもらって全然どっちの方向にも行ける、どんな風に自分が生きていくのかっていうことをまだ真っさらな状態で決められる状態ですよね。自分ってもっとこういう素晴らしい人間になれるかもしれないっていう未来の想像があって、で大人になるとなんか思ってたのと違うな、こんな未来だったらよかったのにっていうことを思う自分も押し殺して今の世界を生きてる人ってすごく多いと思うんです。それは私も含めです。それを多分きっと感覚的にお客さんも見てそれを感じるんじゃないかなと思うんですよね。自分のアイデンティティって一体どこに根ざしてるんだろうみたいなもの、それを感じていただけたらなという気は私はすごくしています。最初なんかこうフィジカルシアターだというふうに伺ってたので、どういうことするのかなっていうのは、興味もありましたし、自分としては今まではいわゆるストレートプレーをやってたので、どういうことができるかなというような、楽しみではありましたね。もっと面白いことが演劇でできるんだっていうのは改めて確認できましたし、本当にマシューも言ってましたけど、本当にもうゴミみたいなアイディアでもいいんだっていう、まずそれを言って、もし思いついたら言ってみてくれていいし、じゃあそれをみんなで試してみよう。でその後でじゃあそれがどうだったのかっていうことをもう一個一個時間をかけてやるっていう、でそれをやっていいんだっていうようなことがありがたいことですね。試して失敗できるっていうのが、ちゃんと時間をかけていいものができるっていうのは素晴らしい経験だなと思いました。僕が感じているところだと、アイデンティティのところはなんかこう大きく自分の中でも感じるものはあって、やっぱ描かれてないところ、余白の部分みたいなものがこの作品の一つの醍醐味でもあると思うので、目の前で起こっていること以外の何か、その先にあるものなのか、手前にあるものなのか、その周辺にあるものなのか、なんかそういったものがどんどんこうお客さんの中にもこう見えてきて、こう何か自分の話のように、感じれたらそれはすごくいいなとは思ってます。大きくテーマになっていたのは人間の言葉、ヒューマンラングエッジと、アニマルラングエッジ、猿の言葉っていうこの相対するものっていうものを見せたいってなった時に、この人間の言葉というのは英語と日本語両方を含むんです。今回作り上げた演劇的な言語の中では日本語と英語が同じカテゴリーに入ってるんです。でそれをお客様にこの2言語が混ざった状態で見ていただいた時に、なんだかわからないけど両方わかるっていうイリュージョンを作りたかったんですね。でそのプロセスの中でやっぱり通訳さんが入ってお稽古をする、ワークショップをするっていうことにお互い慣れていなかったということで、コミュニケーションの問題だとか、何かこういいアイデアが浮かんだ時にその
通訳さんを待たずに行ってしまいたくなる。そうすると英語話者の方がたくさんの情報をシェアできている。日本語話者の方がたくさんの情報をシェアできているっていう今度ギャップが生まれてしまって、そこが一つ大きな衝突の問題になったかなと思います。またこの物語の内容を考えた時にもパラレルワールドというか、そのお稽古場で起きていることと物語の中で起きていることがなんかこうシンクロしていくみたいなことが起こっていましたかね。その中でマットと一つ約束をしたことがあって、この衝突を避けるためにコミュニケーションを止めるっていうことだけは絶対にしないってお互いに約束しようって言って、衝突は絶対やる、自然なことだから。でもそのなんかスパークというか、その火花の中に何かすごくクリエイティブな可能性があるはずだから、しつこくお話をするっていう、それをすることである意味克服できたのかなと思います。すごく実は怖くてですね、村上春樹さん、世界の村上春樹さんの作品です。それをバックトランスレーションではないですけど、また日本語にするということが一番怖くて、まずはその私でいいんだろうかっていうところもありましたし、とても表現を変えるっていうことが怖かったんですけれども、バニッシングポイントとお仕事をしていく中で、アワーストーリー、村上春樹さんの物語でありながら我々の物語を紡ぐんだよっていう結論に、それグラスゴーの時点ですけど、達した時点で、であれば我々の言語、その村上春樹さんの世界観を訳す、その言葉を戻すというよりかはその世界観を訳すっていうところに変換した時に一つ大きなことが試せたのかなと思いました。でも本当に初日が空いてお客様の声をいただくまでお叱りを受けるんじゃないかって思いましたし、怖かったですねって泣きそうになってしまいましたけど、ところですかね。人が来ることもあったでしょう。話しかけたりしなかったのかい。 To any old person, there'd have been hell to pay. それじゃ君は猿とも人間とも話ができなかったんだね。 Isolation like that. When you say he steals people's names, 誰の名前でもいいわけではありません。彼が盗むのは愛する女性の名前だけです。 ID 保険証パスポあった、免許証。アマンダ・ウィットスタブル。あなた、水木さん、一つお願いがあるんです。私の名札を預かっておいてもらえませんか？僕で力になれるなら。もういい。力になりたいんだよ。もういいって言ってるじゃない。優子の名札を盗もうとしていたのあなただったのね。I've never been so attracted to anyone in my life. I couldn't make her mine, and I thought if I could just have her name instead, I might be satisfied, but I was too late. I think the differences in terms of the work has been fascinating. On the one hand, I would say it took me a long time to really begin to understand where the cultural differences in the writing, and felt that the writing had to change a lot more for it to sit more naturally in a Japanese location. And I think especially to do with names, of course, which is really important in this production and the story itself, and just how different Japanese names are, and I mean, I understand obviously how in Japanese the surname comes first, and then the first name comes second, and these are things that I understood, but the shortening of names and what that means in terms of who's listening when you're calling someone this name, or the way that Yoshiro talks to Tetsuko, and
and the shortening to Tekan, and these things that just began to sort of make sense on a much slower understanding for me. We're all used to throwing ideas at each other and giving back opinions quickly and moving forward, and then sometimes having to go back again and finding the thing that we threw out 3 weeks ago was actually the right answer, but it just wasn't the right answer then, it's the right answer now. And I think what I've really enjoyed is watching, also increasingly watching the Japanese actors and creators and collaborators begin to sort of offer their voices more readily within the room, which I know isn't always an easy thing. And it takes a kind of constant build-up of trust, and to be able to do that. And I think I've increasingly on this particular leg of the journey, I felt really excited about the moments where the Japanese co-creators and actors and everyone have felt able at times to just say to us, like, this maybe is not, in always a very polite way, but hearing that maybe this could change a bit because this doesn't work with this, and what about if this idea comes in here instead of there, and that's been a really great experience, because it's felt like it has become a real kind of collaboration of culture and creative process, which has felt very exciting. I think it does work, that, you know, that actors can speak in one language and respond in the other, but because they understand what they're talking about, the conversation is very natural. And I think an audience can understand that. Of course they need the subtitles, but they can see that real communication is happening between the characters on the stage. And so that's really interesting to me, that, you know, the idea of having different actors with different languages in a space, but that you can still communicate. Because a lot of the time, you know, international theatre that involves actors from different countries, it's sort of pushed to become more and more and more, and sometimes entirely visual. And of course, you know, we had a previous show called Interiors, which dealt with that problem by removing language, so it becomes an entirely visual show. And it's a good way to overcome some of the barriers of international collaboration, artistic collaboration. But with this show, we couldn't do that because we were working with Murakami's stories. You can't really get into Murakami's stories without using words. So I'm really pleased that I think that works. Of course, it works within an audio-visual context as well. So there's lots of visual imagery and sound imagery, which helps us tell the story. But I'm very happy that the idea of people speaking in different languages seems to me to work. Yeah, I've learned maybe that with Murakami's work, he never explains his work. And sometimes the instinct of a theatre director is to think, what is this about? What are the themes that it's about? It's about this and it's about that. You know, and so to resist that instinct sometimes was challenging. But the times that I got stuck the most with the process was when I tried to think, okay, we're gonna make this show about this thing. That's gonna be the theme. But then nothing else worked because you're trying to push one theme above everything else. And for me, Murakami's stories work a bit like music. There's lots of different notes in the stories. Some are heavy notes, some are light notes. And sometimes they're there and sometimes they're not there. And for me, this is what I wanted the show to be like. We had to have these themes and ideas in the show, but we didn't want any of them to become the dominant note. We just want to play the music and let the audience decide and think about what the show means.
And I think that different members of the audience will interpret it in different ways. And I think that depends probably a lot on their own personality and their own perspective. So I think different members of the audience will respond in different ways depending on their own experience. And that is something that I really like, but that sometimes it was a challenge just to try to allow those themes to exist in the story without trying to push any one of them too heavily. Thought lingers for the audience, and that questions can't be answered completely, because that's like life. You know, it's really hard to have answers in life. We can't have answers, and I think, you know, it's easy for us to identify with the monkey, and sometimes it's easy for some of us to identify with both. We can see ourselves in both of these things. But I think, yeah, I can't remember those 4 words now, but mysterious, dark, beautiful, and complex. And I think maybe, if I'm allowed one more, a little bit funny. I think it's funny sometimes, and I'm interested to find out how different an audience will respond in Scotland than in Japan as well. So whether there are sort of different cultural responses to the show too. これぐらい時間をかけたプロジェクトでお互いの国を行き来してっていうふうになった時に、やっぱり日本の演劇の作り方と、それから彼らのその英国での作品の作り方と、もちろんバニッシングポイントのお芝居の作り方と、その違いがすごくはっきりと分かり、やっぱりそのお互いのいいところとか足りない部分を知り、刺激し合うことがすごくできたんで、こういう時間の書き方ができることはすごく大きいと思うし、それは劇場の経験値としてもとても大きかったと思うんで、これから本当にツアーで、していく中でまたこういう機会が得られるような、そういうツアーになっていってくれたらいいなというふうに思ってます。